うかしたの？清香ちゃん。薫さんと糸美さんが転属してから5日が経ちましたけど、補充要員が来ないなと思いまして。今はどこも人手不足だから仕方ないわ。しばらくは2人で頑張ろう。そうですね。千恵さん、スペクトラムファインダーが反応しています。荒玉が出現したようです。荒玉が出現した地点に最短で行くには、薫さんから教わった獣道を使うのが良さそうね。レクリエーションの時に詳細な地図を作っておいてよかったですね。清香ちゃん、行こう。素早く現場に到着したおかげで、周囲に被害が出る前に無事荒玉を殲滅できましたね。薫さんが地形を把握しておくように教えてくれたおかげで、薫さんは重度のめんどくさがりだったけど、何が一番大事かをちゃんと知っている人だったわね。薫さんが隊長でよかったですね。そういえば薫さん、働いた後は温泉でしっかり休め、そのための温泉だとも言っていましたよね。そうね。薫さんの教えを守ってこれから一緒に温泉に行こっか。最初は山の中での任務は大変だと思いましたけど、他のところに比べたらここは恵まれている気がしてきました。そうね。美穂菜ちゃんは元気にやってるかしら。なんかこの4ヶ月任務しかしてない気がする。たまにはのんびりしたい。自由時間がほとんどないから、睡眠時間がなくて車での移動中に眠るくらいだし、疲れはたまる一方だね。とはいえ今は大変な時だから仕事を投げ出すわけにもいかない。私はこの4ヶ月、美穂乃ちゃんや花さんと一緒にお風呂に入ることだけを楽しみに生きてるって感じです。過酷な日々の中でも希望を捨てないのはいいことだと思うよ。本当ですか？じゃあ今夜も体を洗わせてくださいね。僕としては楽だから、むしろ洗ってほしいくらいなんだけど、なんでそんなに他人の体を洗いたいんだい？なんでと言われると困るんですけど、それが趣味だからですかね。女の子の体って柔らかくて気持ちいいですし。他人に尽くすのが趣味ということかな。殊勝な心がけだね。なんだろう、ゆいと花の会話、どこか噛み合っていない気がする。でも希望って言ったら、私はいつかまたかなみと手合わせするのが楽しみかな。美穂乃もゆいも強い心を持ってるんだね。2人がいなかったら僕はこの激務に耐えられなかったかもしれないな。なんて年上の僕が弱音を吐いている場合じゃないね。2人がいなかったらここでの任務に耐えられなかったのは私も同じです。私もだよ。これからもみんなで支え合っていこうね。スペクトラムファインダーが反応している。また荒玉が出たみたいだよ。休憩時間は終わりか。よし、任務再開だ。なんとか終わったね。なんか私たちこの4ヶ月でものすごくレベルアップしてる気がするよ。毎日大変だけど、私たちが荒玉を討伐すれば一般の女の子が被害を受けずに済むわけだもんね。別に女の子に限った話じゃないけど、被害が少なくなるというのはその通りだね。それに荒玉は無限に湧くわけじゃない。いつか必ず状況は良くなるはずだよ。そうですよね。それじゃあ荒玉を殲滅したわけですし、みんなでお風呂に行きましょうか。裸になって2人の全てを私に見せてください。なんかゆいの言い方って含みがあるよね。ゆいの前で服脱ぐのちょっと抵抗あるよ。
本日は道行く人たちに鎌倉特別危険廃棄物漏出問題についてどう思っているかを聞いてみたいと思います。刀剣類管理局は許せないですよ。一刻も早く事態を収拾すべきです。私、腹玉がしょっちゅう出るせいで不安で夜も眠れません。もうここのところずっとですよ。刀剣類管理局はこの4ヶ月で荒玉の被害に遭った人間全員に慰謝料を払うのが当然じゃね？このように漏出問題を引き起こした刀剣類管理局への怒りをあらわにする人が数多くいました。もうなんなのこれ。本当に何が起こったのか知らないのに。みほのちゃん、またテレビ見てるの？ド M だね。ド M？ ミホノがやっているのは自分が傷つくために情報を集めているようなものだってこと。そもそもこういう街頭インタビューは番組を作る人に都合がいいように編集されてるんだ。その証拠に都知を擁護する意見は全然ないだろ。世間はみんな鎌倉特別危険廃棄物漏出問題が起きたのは都知のせいだって思ってるって印象操作したいのさ。刀剣類管理局を糾弾したい連中からお金でももらってるんじゃない？でも私こんなの許せないよ。都知のみんなすっごく頑張ってるのに。みほのちゃんはピュアだね。汚したくなっちゃうよ。何を言ってるのゆい。私はもう汚れちゃってるよ。さっき任務中に転んで泥まみれになったから早くお風呂に入りたい。いや、そういう物理的な意味じゃないんだけど。都知の皆さん、付近で荒玉が出現しました。出撃準備をお願いします。わかりました。みんな行こう。朝倉さん、山城さん、鈴本さん、本日もお疲れ様でした。なんで私たちの名前を？知っているに決まってるじゃないですか。あなたたちはこの国を守ってくれている恩人ですから。いえいえ、僕らはそんな仰々しいものじゃないですよ。いえ、私も先ほどのテレビを見ましたがひどいと思います。一般の人たちは漏出事件の原因は折紙家や都知だと誤解しています。ですが私たちはそれは違うと知っています。あなたたちはこの国を守るヒーローです。ほらね、ミホノ、分かってくれている人だってちゃんといるんだ。そうだよね。私しばらくテレビは見ないようにする。当時は女子だからヒーローじゃなくてヒロインだよなんてツッコミは無粋だから入れないんでおこっと。私たちのしたこと、タギツ姫を沈めたのって間違ってたのかな？なぜそう思うんだ？だってさ、タギツ姫を沈めたことで前よりひどいことになってるでしょ？だからなんだかわからなくなっちゃって。でもさ、みほのちゃん、だったらあそこで仲間を見捨てることができたの？日和ちゃんを助けようとしてたかなみちゃんをみほのちゃんは放っておけた？そんなこと絶対できないよ。でしょ？困ってる女の子がいたら助けるのは当然。だったらみほのちゃんはあの時ベストの選択をしたってこと。過去を変えることはできない。でも未来を変えることはできるよ。僕たちはその瞬間瞬間で自分がベストだと信じる選択をしていくしかない。その結果、もし悪い状況になってしまったらまた最善だと信じられる選択をするしかない。僕はそう思う。特に最近はね。そっか、そうだよね。二人ともありがとう。でもさすがにこれだけ大変な状況が続くと後悔する気持ちもわかるよね。ゆい、話がまとまりかけたのに蒸し返さないでくれ。ごめんなさい。皆さん、付近でまた荒玉が出現しました。出撃準備をお願いします。
また今日これで何件目？体が重い。さすがにそろそろ体力の限界かな。でも荒玉討伐は都市にしかできないことだよ。二人とも頑張って現場に行こう。そうだね。この近くに住んでる女の子たちのために。なんとか倒せたね。喜ぶのはまだ早いかな。この現場は人手が足りなくて、僕らがノロの回収もしなければならないんだから。そうなんだけど、本気で体力の限界だよ。もうこの場で寝られるレベル。ノロの回収はちょっと休んでからでいいんじゃ。いきなり変な人が現れた。何この人。もしかして最近噂になってるノロを奪う謎の都市。ノロを奪う？何のために？それはわからないけど、力ずくで奪うそうだから味方じゃないのは確かだね。どうする？戦う？私も正直立ってるのがやっとなレベルなんだけど。ゆいは休んでて。私が何とかしてみるから。いやいや、みほのちゃんが戦うなら私も一緒に戦うに決まってるじゃない。もちろん僕も。いつの間に切られ。剣が見えない。この人何者？ゆい、花？安全じゃないとはいえ、この二人が一瞬で。私一体どうすれば？ダメだ。この人に勝つイメージが湧かない。でもゆいと花を守らないと。どうしたらいいの？みほのちゃん、無事？ほのちゃん、助けに来たよ。ちーねーとキヨか？ったく久しぶりの再会だってのにボロボロじゃねえか。朝倉美穂のまだ動けるか？動けるなら山城優衣と鈴本花を連れて下がれ。フッキーとミルヤさんまで助けに来てくれたんですか？話は後だ。今はこのフードの都市を倒すぞ。おい待て。負けそうだから逃げんのか？コフキちゃん、挑発しないで。あの人は強い。戦わずに済むならその方がいいわ。仕方ねえな。でも間に合ってよかった。移動先は激務だって聞いてたけど、まさかほのちゃんの着任先だったなんて。私と千恵さんは群馬の山中にいたんだけど、荒玉の出現が落ち着いたから移動辞令が出てここに来たの。偶然とは重なるものですね。私と七の里小吹も同じく移動辞令に従いここに来ました。私はみほっちのためっていうより、たくさん荒玉ちゃんと戦いたいから忙しいところに行かせてくれって希望を出してたんだけどな。でもこれだけ偶然が重なればそれは必然。きっとほのちゃんに会いたいっていうみんなの思いが生んだ必然だと思う。みんな本当にありがとう。みんなが来てくれなかったらどうなっていたかわからないよ。礼の必要はありません。都市が助け合うのは当然のことです。でもびっくりしたわ。連続されてきてみたらみほのちゃんがフードの都市に襲われてるんだもの。あいつは一体何だったんだ？かなりの使い手っぽかったけどよ。さっきの都市についてなんだけど、私と清子ちゃんは事前に存在を知っていたの。
事前にあの都市の存在を知っていた？どういうことですか？実はね、群馬で一緒だったカオルさんと伊丹さんの部隊がさっきの都市に襲われてノロを奪われたみたいなの。それでカオルさんが言うには、あのフードの都市の正体は元親衛隊の獅童真希さんだって。